number you have dialed is not in service at this time. 前によ。どうもこんにちは。焼肉ベースかけるの俊介です。暑くなってきましたね。ちょっとね、手を一回怪我してしまいまして、前回の動画は圭介にさばいてもらったんですけど、だいぶ良くなってきたので、今日僕やっていきたいと思うんですけど、浅草橋当店あるんですけど、外国人の方非常に多くて、で、焼肉にもすごく興味を持って来てくださる方が多くて、韓国の方とかも多いんですけど、アジア系、割とね、ヨーロッパとかアメリカ系の方も非常に多いんですね。で、そういう方ってあんまりホルモン系って食べられないんですけど、ぜひね、うちで食べてもらいたい部位があるので、この動画を通して紹介もしていきたいと思います。で、今日さばくお肉はこちらです。何ですかこれは。これあんまり見覚えないと思うんですけど、これは尻尾ですね。いわゆるテールって言われる部位なんですけど、テールっていうと大体テールスープが有名ですよね。これもちろん焼肉カットできないところはうちもテールスープにして12時間ぐらい煮込んで、結構ドロドロのスープ、こういう感じの白濁したスープが出来上がるんですけど、これ結構万能でいろんなスープとかあと冷麺とかにも使えるっていう。今日はなんといってもうちは焼肉屋ですので、このテールを焼肉カットにしていきます。で、結構多いのがこれ冷凍かけて電動のこぎりで薄く切ってってで骨付きのまんま焼肉にするっていうお店が多いんですけれども、今日はですね我らが尊敬する肉のプロフェッショナルおさむの兄貴のちょっと切り方をですね参考にさせてもらって、うちのも同じようなカットでやってるのでそれをお見せしていきたいと思います。関節がねいっぱいあるんですね。こう細かくこれをまず包丁で落としていくんですけど、もう骨がね結構ガリガリ当たるんで、出刃包丁とかあとうちだとこの普通にスーパーとかで売ってる包丁、これをよく研いで使ってるんですよ。刃こぼれしてもいいように。タンも当然牛から1本しか取れないけど、テールも1本だもんね当然。そうだね、本当にこの1本でタンと一緒で、こっち根元の方これ胴体につながるんですけど、こっちの部分があんまり動かないのでサシが霜降りになってるんですね。で先っぽよく動くじゃないですか、こうペン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 と。でこっちの方が赤身質っていう感じになります。ちょっとねこのくぼみがあるんですよね。ここに向けて切っていくと、サクッと。そうこの軟骨だからサクッと切れるんでね。でこの辺はちょっとさすがに肉取れないのでスープ行きです。ちょっとくぼみ探してここにスポッと。関節じゃないところに行っちゃうときも歯飛んでしょ。はいね、ちょっとやってみるけど、これちょっと包丁の刃がねダメになっちゃうからあんまやりたくないけど、こういう真ん中とかいっちゃうともうはいね、行かないよね。いかないいかない。魚とかもそうなんですけど、この関節に入れてあげると非常にスパッと切れますよね。こう今ちょっと当たったんですけど、ここでちょっと包丁ずらしてあげるとこの関節にグッと入るので、こんな感じですね。こっちはまだ赤いですね。でこの辺になってくると油があるのでちょっと分かりづらいんですけど、大体ね同じ幅になっていくので、それを目安に切ってあげるといいんじゃないかなと。触ってわかんの？分かりづらいけどちょっとへこんでるとこあるんでね、そこに入れてあげるともう結構サシが入ってきてね、この辺までくると。本当？で今日これ割れちゃってるんだけど、さ分かりやすそうこれちょっとねここがやっぱこう柔らかいんでね、ここを切っていくと。で焼肉カットにできるとこっていうとだいたいこの4つ分ぐらいだね。第4関節ぐらいまで、こうなってるんですよね。こうなってて、ここの2つをまず取りますと。ここで、12345って感じで取っていくんだけど、1つの塊から大きいところで6個ぐらいで、まずここ取って、で反対側2つ取って、で最後ここ取ると。この2つが一番美味しいというところですね。まずここね、ここで分かれてるから、ここに1回包丁入れる。で骨に当たるから、骨に当たったらこのまんまこう削いでいく感じ。こういう感じで、これで1個ね。でこっち側もここね、こっから入れて、でここまで来たらこう外していく感じ。そうするとこの骨際まで肉が取れるから、これで使える。ひっくり返して次こっち側ね、反対側ここも骨に沿って入れて、ここもこうやって外す。今のこうジャリジャリっていうのが肉から剥がれてる音ね。
切ってるっていうなんか剥がれてるってイメージだ。そうだね、切りながら剥がしていくっていうイメージ。今ここ最初取って、でここ取って、で最後ここね。ここがちょっと難しくて、ここでまず真ん中上から入れて、でこれちょっと手切りやすいから気をつけてほしいんですけど、でここでちょっとね、ここ軟骨があるんで、ここを避けながら一回取ると。ここにね1個骨が入ってるんで、これを避けながら取る。そうすると1個取れるっていう感じですね。でこれは全部テールスープ12時間ぐらい煮込みます。俊介はシュルシュルやってるけど、俺はちょっとこれ難しくて簡単そうに見えるんだけどね、なんていうのかな、肉をこう骨につけちゃいがちなんで、この切り方をねこう発明したおさむの兄貴やっぱ天才だよね。最近なんか YouTube とかでねよく見かけるけどね、全部おさむさんの影響じゃないその影響で肉屋さんが言ってたけど、テールがとね、人気になったっつってたね。どうやって開いていくかっていうと、まず油を外していきます。でこれスープ行きで、こういうちょっとね筋っぽいところがあるんで、これもちょっと外していきます。でこれなんですよ。これが1枚分になるんですよ。結構ちっちゃいよね。ちっちゃい可愛くなっちゃったね。でこのまま出すわけにもいかないんで、これを観音開きこうやって入れてあげて、皮1枚残して、でこういう形になるんですね。繊維がこう流れてるので、ここに包丁を入れてあげると、これで1枚。ここも油はじきます。最初割とこれもゴミっていうか、これも煮込みに入れます。でこういう甘皮というか硬いところは取る。結構手間かかるんですけど、これねやってあげるとお客さんすごい喜ぶので、でここで一頭を入れますと、で開く、で真ん中にこれで1枚。これね油乗ってて美味しそうですよね。これ一番うまいとこじゃない。これ一番美味しいところだね。本当に味が濃いんで、何につけたら美味しいかっていうのもついでにお伝えしますので、見つけた時はお店の人にこういう調味料ありますかみたいな感じで聞いてみてもいいかなと思います。じゃあ食に移りたいと思います。というわけで、さっきの独特の切り方をしたテールですね。おさむさんありがとうございます。これを焼いていきたいと思います。輪切りのテールも美味しいんだけど、そう食べづらいかな、正直。そうだね。あれあれでなんかワイルドだよ。いいんだけどね。いいね。いい感じに焼けたんで、これはね正直楽しみにしてました。テールはまずはそのまま。いいですか。はい。やばいね、相変わらずの旨味が旨味がすごい。脂身もあるから柔らかくて、今食べたの多分根元の方だね、うん、サシがしっかり入ってる方で、これはニンニク醤油ですね。すりおろしのニンニクと醤油を混ぜたもの、これが多分合うと思うのでつけていただきます。めちゃくちゃ合う。めちゃくちゃ合う。で完全にこれはお酒、ニンニクなのでこれはいい。中野大河、それはね、それは言わなくていい。この前食べログの口コミにも書かれてたね。中野大河って書かれてたけど、てるかな。でもね、1週間で 3,4 回ぐらい言われる。マジで 2,3 日言われないと、あ、久しぶりだな。ムカつくな。それこれは別に放送しなくていい。すみません。じゃあこれがですね、うちで作ってる梅ポン酢ですね。うちだとタンとかでもこの梅ポン酢推奨してるんですけど、味の濃い系のお肉にこの梅ポン酢結構合うので、合う。さっき言ったやっぱり脂身も結構ある部位だから、それをさっぱりさせてくれて、すっきりと食べることができて、
梅ポン酢美味しいですね。結構テールは本当さっき見せた通りなんですけど、1頭からどれくらいかな、うちだと4人前から5人前ぐらいしか取れないんで、結構うちもオーダーストップになっちゃうことが多いんですけど、スタッフにね聞いてみてください。こればっかりはねちょっと早いもん順になっちゃうんで。そうだね、ちょっと取り置きとかあんまできないんで。はい、っていう感じで今日はテール編をお送りしてきたんですけれども、次回はちょっと違う形で系列店の方に行ってお魚編をやっていきたいと思います。まさかの焼肉チャンネルで魚編っていうね、そっちも紹介していきたいなってものがあるんで、ちょっと魚のさばき方とかっていうのもこれから挟んでいきたいんで、一発目として来週の動画になりますね。魚さばいて、調理して食っていう感じでやっていきたいと思います。というわけでじゃあまた次回は系列店の方でお会いしましょう。初の試み、これからが旬のアジを食らう。